お帰りなさいませ。業界初の羊系ホスト黒羊ジュートでございます。ホストコールで賛否を呼んだ謎の執事黒羊ジュート。ハゲてしまいました。ハゲてしまいました。お願いします。失礼します。やばい、変なやつ多すぎだろ。お願いします。実はこちらも賛否両論だったローランドグループの公開オーディションにも参加していた。お坊ちゃま、こちらをお使いください。ありがとうございます。こちらこちらのお坊ちゃん。もうおもろいもう好き。なんか反町さんに似てる。ああ、確かに。帽子はそれファッションですか？帽子はちょっとハゲてて。閉店寸前の大阪店にオーディション6期生がガツンと入店が決めていただきたいんですよね、僕。これが決める？はい、いいですか、いただいても名前。お金のその裏側の気持ちを考えてやっぱ望んでほしい、仕事には。そう、結構なんかそれを軽んじてるやつとかっていうのは多いから、俺からしたら。今時の新人は何かが欠けている。ちょっとさっきは気になってるけど、君、タイでもそうよ。お前。ホスト舐めてますか？好きなシャンパンは何ですか？好きなシャンパンはドンペリー来ました。思い出しました。一気に来ました。危ない危なかったです。そんな関係ね応募総数54名、まさにくせ者揃い。2日間にわたった第6期オーディション in 大阪。いや、俺はこの子取りたい。絶対だね。100%取る。絶対にいらねえ。100%取る。背に腹は変えられない。ローランドを押し切り大阪支部代表の有志は異例の大量採用。議論が白熱する一方、営業前の店舗を覗いてみると、オーディション面接で見た応募者が入店書類にサインしている様子。もともと生まれた時から、結構目立ちたがり屋で、今は個人でウェブのマーケティングをしてるんですけど、やっぱちょっとホストでちょっと一番取ってみたいなと思って。昨日？はい。面接受けたんそうです。昨日面接受けて、まあオーディションの合否は後日だよって言われたんですけど、今日のお昼過ぎにまた有志代表から電話いただいて、よかったらお店来ないって言われて、行きますって言って2日目ですけど来ました。シンプルに人が少ねえっていう。普通にその1店舗でやってられる状況じゃねえっていう。そう、せっかく大阪に作った2つの店舗。箱だけあって人がいない。ホストの世界はまさに地産地消。ローランドを含む幹部陣の採用戦略ミスは明らかだった。だから時間がない。採用直行、即入店、即ホスト。じゃあこれ入店処理で就業規則説明していきますね。まず爆弾行為をしないことですね。担当キャスト指名客と連絡先交換、私的な連絡、店外の接触、食事、デートなどをしないこと、覚醒剤とかしないこと、暴力団員で暴行脅迫とかもしないこと、で飲酒運転ですね、うちキャストの人は自転車もダメなんで、あとループとかもダメなんで、お願いします。周りなんでここもですね、ここにこの辺り、この辺りローランド鉄の掟を早速インストールと、6期生と同じく早めに出勤した元芸人の姿。本日はお久しぶりです。お久しぶりです。門内です。あれ、掃除組になっちゃったんですか？そうです。掃除組になりましたし、幹部もなくなりました。なるほどね。売り上げがキープできなかった。キープできなかったですね。ゴーゴーレッツゴー、輝くマシンライダーチャック。
その持ちネタで一時は月間3桁の売り上げを記録したオーディション3期生の花道。しかしネタ切れとともにビジュアル系同期にごぼう抜きにされていた。自分より3期も下の人がこれから掃除組として入るの、そうですね。で3期の先輩が今掃除組やってる。はい。唯一ですかも。唯一なんですね。まあでも残ってるだけでもそこだけ褒めていただけたら。今おいくつでしたっけ？今年30です。30だった。はい。じゃあちょっと後もないんで今が結構小さい。わかりました。はい。頑張ります。一般企業と同じく売れてなんぼの世界、それが毎日現実として突きつけられる。羊さんだ、羊さん。この日からその宿命を追うことになる6期生たちと YouTube でプチバズり中のあの男の姿。昨日からずっと気になってました。業界初の続けそのジュートです。ジュートさん。自分が医者の兄がいるんですが、家族医者になるように育てられました。ただ自分は実力が足らず毎日勉強し浪人もしたんですが、医者になることはできませんでした。不合格になったストレスで私はハゲてしまいました。ハゲてしまいました。お願いします。失礼します。変なやつ多すぎだろ。お願いします。キャラ付けなのですか？羊っていうの。羊はもともと歌舞伎町で2年9ヶ月やってて全く売れず、池袋に移籍したタイミングに編み出したのがこの羊でございます。はい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 。いや謎めいてます。まだ何もわかんないですね。ちょっとおでこから来てるな。気づいてしまいましたか？何歳なんですか？今29です。頭皮年齢は45。でもハゲもうやめます。なんかね、硬すぎる部分があるから逆になんかタメ口使ってる君の会話をちょっと聞いてみたい部分があって、最近旅行でどこ行ったのみたいな会話をちょっとたつきとカジュアルに話をしてみてほしい。友達のつもりで。じゃあどうぞ。俺この前ディズニーランド行ってんけどさ。おお、そうなんじゃ。うん。岡山弁なんですよ。岡山。方言でいいです。方言で。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。一方有志チームの面接では羊流の接客術を披露。お帰りなさいませ。ご一緒してもよろしいですか？どうぞ。失礼します。お坊ちゃま、こちらをお使いください。ありがとうございます。こちらの膝の上に。お坊ちゃん。もうおもろいもん。もうお茶ある。お坊ちゃま、ドリンクいただいてもよろしいですか？ちゃんと仕込んでる。テーブル系。おお、すごい。うわ、めっちゃ飛び散ってそう。お坊ちゃま、寒かったりしませんか？ちょっと寒いかもしれない。承知しました。お坊ちゃま、お手を。もうちょっ体ではなく心を温める。これが羊ホストです。びっくりした。いやでもすごかった。めちゃめちゃ仕込んでました。新しい接客でしたね。私もうちょっとタジタジしてるうちのセレンが。ジュートは俺ら知り合いだから、まあ、あんまり研究したくてみんながどう？まあ本人的にも大阪希望って言ってて、まあキャラクター的にもあれを貫きたいってことで、彼は売れそうだよね。まあ見た目のインパクトは。でも普通顔かっこいいんだよね。綺麗な顔してますよ。あとなんか言葉遣いも丁寧だ、世界観があったかなっていう。なんか落とす理由があんまりなかった。まあだキラリとダブルハゲにして、まあ面白いなと思うし、この和のテイストの中でシルクハットかぶったやついるのもまあまあ面白いかなっていう。普通頭良かった。なんかインバウンド対応もできる人だから、そうなんですね。絶対力になるよね。そんな黒羊をはじめ年齢も出身も歩んできた道も違う6人がこの日同じスタートラインに立った。パッと見めっちゃ経験者ですけどね。
まあお兄さんはもう絶対ししますかじゃあ。しましょうか。ちょっとまあ自分じゃあ営業中もハットはかぶられる？そうですね。一応許可は取れました。おう。はい。いや、許可って見てもいいですか？少な。実はでもあれなんですよ、面接の時に実はハゲネタで結構コスって入ってるんですよ。帽子持ってましたね。帽子ってカツラってそうなんかハゲめっちゃ多いねんけどみたいな言ってました。そんな多いやん。ハゲめっちゃ多いねん。とそこへ。おはようございます。おはようございます。まあ、で今日からホストだからまあ何人か経験者なんだよね。ジュート君と多分ルキ君ね、ルキとリノ君とリョウ君です。改めてホスト経験者はこの4人。黒羊ジュートをはじめ。よろしく。あれ？かっこよくない？可愛い系ですか？甘いマスクで最高売上700万円を記録したルキ。ハゲてて。ハゲしてます。ハゲ隠しちゃってるんですか？見てもいいですか？だからほんま多分こうやったら分かるっす。ああ、まあでも顔面偏差値は高め。でも帽子を脱ぐとちょっぴり残念な亮。そしてどんだけ岐阜の偽一行リノ。一方ホスト経験ゼロなのがこの2人。君はどうする？なんかシートに北斗との点好きなんで北斗にお願いします。非常にやられそうな顔してたよね。土地の有馬屋橋で高知県出身。公認会計士という道を捨てホストの道に飛び込んできた北斗。ウェブマーケと言いつつも僕がメインになってるのはウェブのデザインなんですよ。そしてウェブデザイナー、何かと器用そうなゆりき。ゆりき君どうしようって演じな決まってなくて、できれば決めていただきたいんですよね僕。俺が決める？はい、いいですか、いただいても名前。うわ何でもいいです。まあ何でもよくはないんですけど。悩ましいな。いおり。はい、いおり君。いおりでいきます。じゃあ白鳥いおりで。白鳥いおり。漢字とかはまた後で考えます。一旦下にいろいろとちょっと編集しようか。はいはい。源氏名は理屈より直感なのだろうか。なんか名字ついたわ。名字ついたわ。白鳥いおり？あ、全然好きかも。いや、いおりは好き。いおりは好き。白鳥ちょっとまあまあ三脚ぐらい。確かに。おはようございます。研修担当は大阪支部の風紀委員、ローランドの脱毛サロン元エリアマネージャーアヤティとオーディション3期生元ジャニーズジュニアの山下瑠奈。みんなメモ持ってる？メモ帳。持ってきてない。持ってきてない。メモ帳ない。僕は持ってます。ある。はい。ある。おいいね。メモ帳マジ持ってほしい。はい。めちゃめちゃアナログなんだけど、今さ携帯なんてさメモすぐ取れるじゃん。携帯で。だけど携帯ってさ余計な情報めっちゃ入ってくるのよ。結局なんかこう携帯いじっててメモを見返そうってしても余計なアプリ入ってるからそっちに行っちゃうんだよね。だけどメモだったら書いてあることしかないじゃん、情報が。だからしっかり復習できるし、俺は結構大事にしてる。明日からちゃんとメモ帳持ってきてるし。はい。OK。はい。何話すか以前に態度とか姿勢っていうのがすごい大事になってきます。ヘルプ使っていただく際の座り方は椅子に対して判決。なんで判決にするかみんなわかります？動きやすいためとか。はい、動きやすいため。あとは伸びやすい背筋が。そうだね。そうです。まあやっぱね、お金が発生してる場所だからまず佇まいからちゃんとしてほしいなって部分で座り方きれいにしてほしいなと思います。はい。あとみんな何か言ったら返事してね。はい、はい、お願いします。はい、あともう一個手前で言うと、座る前に失礼します、はじめまして、ちゃんと自己紹介してからテーブルつくように。
お客様って座った時点で、スタートのお金が1万5000円かかってくるわけよ。コンビニだったら、深夜働いて時給1200円1500円ぐらい、これ10時間なかったら1万5000円稼げるわけね。そうなんかお金のその裏側の気持ちを考えてやっぱ望んでほしい、仕事には。1万5000円払わないと出会えない男で、服装をちゃんと埃ついてないようにするとか、姿勢正しくするとか、ちゃんと挨拶するマナーちゃんとするとか、そういうところは徹底してほしいと思います。はい、じゃあ、もうすぐ早速ね1階に降りてほしいっていうことなんで、絶対にお客様を傷つけないためのすごい重要なことを教えます。グラスは絶対半分から下持つようにしてます。人間ですぐ菌がついちゃうから、手の菌がお客様の口に触れるところについちゃうんで、絶対こう持つ。でアイスも音鳴らないように一つずつ入れます。でこれ氷ってさ、絶対アイスって穴があるじゃん。穴は絶対上に向けないように。なんでかわかる？はい。そうです。正解です。はい。そう、白の服にねオレンジジュースなんかついちゃうもんならその日台無しなんです。せっかくおしゃれしてたので。でこれ水なんですけど、コースターが2種類あります。アルコール類は白、ソフトドリンク類は絶対赤にしてください。ちょっとバタバタで人いなくて、ヘルプも自分1人しかついてなくてっていうので、これちょっと開けていいかな。はい。これ分かりやすいのがさ、ここ開けちゃうんだけど、水とこれ氷結とかね、透明やから色一緒なんよ。でこれアイス溶けちゃうとマジほぼ一緒、見た目が。で人によってはアルコールアレルギーの方もいらっしゃるから、ってなったらすごい大変でしょ。あともっと言うとタックスとかやったら3000円ぐらいするわけじゃん。そうこれで間違った時点でこれ一回破棄しなくちゃいけないわけよ。みんなただの間違いかもしれないけど、お客様にとっては大事な3000円なわけね。だから間違えないでほしい。今日は、絶対に事故を起こさないためのことを教えたんで、今日教えたことは絶対徹底してほしいって思うんだけど、メモしてほしかった。特にミーティングにはなんでさっき代表がメモ帳を持ってますかって聞いた意味ね。メモ取ってくださいって言ってる意味だからね。ついから気をつけてね。はい、一生に一度の初日なんで、はい、意識高めてやっていきましょう。はい、じゃあ一旦一回行きましょう。よし。はい。次回これもしよかったら寝れないように使ってください。ここ大阪で初めての接客やってみた。ぜひ私を選んでいただけたら嬉しいです。ドキドキしてきた。どんだけ一旦飲みますね。一旦飲みますね。なんやなんやなんやまあでも食毛するからまた